包丁。金子でございます。ということで、今日はね、もうすぐゴールデンウィークっていうことなんでね、潮干狩りに来ました。実は愛知県でアサリが有名なんですよ。たくさん取れるっていうこと。で、今日はこの柳市の潮干狩り場に来ました。ここの潮干狩り場の特徴としては、そのサラサラの砂じゃなくて、石がゴロゴロしてて、その石の下にアサリがいるんですよ。そういう特殊な潮干狩り場になってるんですよ。でもその代わりね、ここで取れるアサリっていうのすごい美味しいんですよ。なので今日はそちらのアサリを取って料理して食べていきたいなと思います。それじゃ、移動。で、こういう岩がね、いっぱいあるフィールドは、こういう鍵っていうの、こういう形の器具で掘った方がやりやすいですね。ああいう熊手みたいなやつよりね、これの方がやりやすい。おー、なんだこれ。なんか、かわいいサンショウウオみたいな魚捕まえた。はい、途中経過。骨の15分でこんなに取れた。すごいな、これ。で、こういう牡蠣はね、なんかいくらでも持ってっていいらしいから。で、これ、蒸したりすると美味しいらしい。牡蠣開けてみたんだけど、こんなに身が入ってる。プリップリだ。これはうまそうだな。ちょっと持ってこうか。そうするとこう、アサリがいっぱいね、こう丸見えになってるんで。で、これ拾っていって、みたいな。これがね、一番効率のいい岩場でのアサリの取り方かな。はい、ということで、どうだろう、30分ぐらい経ったかな。結構取れたんで、一回このネットに入れていきますね。もうネット2つ分まではタダで、それ以上は1キロあたり800円かかると。だからまずこのネット2つを満帆にしないと話にならないんですよね。結構取ったからいけると思うけどな。めっちゃあるよこれ。これプラスこんだけ30分ですよ。じゃあこのネットに入れていきますね。これ確実に2つ分はいっちゃってるな。1つ目、はい、1時間ちょっとでね、このネット2つ無料分と、あとこんだけですね、ちょっとこんだけオーバーしちゃったんですけど、これはお金払って持ち帰りたいと思います。いやー、満足満足。私は頑張りましたね。お水はね、ペットボトルあるからペットボトルあげるよ。朝状。ここ入れやすい。オッケー。大負けだな。締めなあかんだよ。はい。はい。これオッケー。はい。で、これ下はね、これ全部牡蠣ね。湯がなあかんよ。生で生牡蠣はダメだでね。あれがここは殺菌してないで。食べは病院1ヶ月半だけいけ人のうち3食昼熱別荘入ってくよ。四方八方からいろんなことが飛んでくる。本当にかわいい。ムービーを撮ってまして、YouTube に上げていいですよね。YouTube。YouTube。聞いたことある。なんか YouTube ってね、聞いたことある。聞いたことある。テレビでもね、まだ売れっ子じゃねえな。売れっ子じゃないです。まだ全然売れてないんですけど。一応そうっす。そうです。まだまだ。今から頑張っていこうかなって感じ。まだおばあちゃんでもちったちったわかりますよね。だいぶみんなね、それからね、上がってくださそう。いね。わあ、すごい、そういうこと。コツコツやり続けることが大事。最初から飛び出るもんね。間違いない。だからもう頑張ってね。入れたいな。そう。いや、頑張んなきゃなって思った改めて本当に。お疲れさんね。お疲れ。ありがとうございます。ありがとう。お疲れさん。ただいまということで本日の取れたものがこちら。よっこらせーっと、大量のアサリと岩牡蠣。それではこちらをさばいていく。はい、そしたら料理する前にまず取れたてのアサリっていうのは砂抜きっていう作業をしないといけないんですよ。今日はね、僕流の砂抜きの方法を紹介していきたいと思います。まずは取ってきたばっかで多少泥とかがついてますんで、これを軽く真水で洗い流します。洗い流すときは必ずこのザルに入れて水でこういう風に洗ってください。ボウルとかに真水を溜めてこうやって洗っちゃうとアサリが急激に弱っちゃうんでね。結構あるなこれ。そしたら必ず流水ね。
はい、こんな感じでさっと洗い流せば OK。あんまりやっちゃうとね、アサリ弱っちゃうんでね。で、アサリっていうのは、こうやって口が閉じてて、いかにも中身入ってるように見えるけど、この中身が空だったり、泥がぎっしり入っていたりするアサリがあるんですよ。そういうの爆弾って言うんですけど、それがね、お味噌汁とかに間違って入っちゃうと、もうお味噌汁台無しになっちゃうんで、その爆弾をね、見分ける簡単な方法があるんですよ。そちら紹介していきたいなと。用意するものはバットでも何でもいいんですけど、こういう容器。で、この容器の上に、こうやってね、ちょっと高い位置からアサリを割れない程度の高い位置からね、こうやって下ろすんですよ。ほら、もう爆弾1個ありましたね。こうやって泥が出てくるでしょ。そしたら、この中に、この外れが1個入ってるんですよ。どれだと思います？僕、これっぽいなって感じです。これいくよ。パカッ。ほら、これお味噌汁に入ったら大変でしたね。あとは大丈夫そうですね。ここら辺はセーフですね。この1個だけでした。っていう感じで、どんどんこういう外れをね、排除していきます。1個あったな。ほら。じゃあこういう感じでね、地道だけど、あとこんだけやっていきたいと思います。はい。サーチが完了しました。どんだけ気をつけて取ってても、これだけ殻があるんですね。で、これは中身が入ってるんですけど、ちょっとアサリじゃなかったですね。これがね、鏡貝っていう貝。で、これがね、アサリによく似てるんですけど、鬼アサリっていうアサリですね。この鬼アサリは美味しいです。で、この鏡貝。今日は皆さんに見せるために1個持ってきましたけども、これはね、あんまり砂吐きが良くないんですよね。それに身自体もあんまり美味しくないので、これがね、取れたら、その場に逃がしてきた方がいいかもしんない。はい、では泥抜きをしていきます。僕はこういう容器で泥抜きさせます。で、こうセットして、この中にアサリを入れます。で、ここに海水を入れます。そうすると、アサリが泥を吐くじゃないですか。そう、泥吐いたら、これザルになってて、下に泥が溜まってくんですよね。なんで、一回吐いた泥をもう一回アサリが吸わないんですよ。なんで、こういう風に僕は泥抜きさせますね。海水もね、家で作ることもできるんですけど、できるだけ現地の一番新鮮な海水を持ってくるのをお勧めします。やっぱり現地の海水だと、アサリもね、元気に砂を吐いてくれますんでね。こういう感じで、アサリがひたひたになるぐらいで OK。そしたらこちらをね、1日ぐらい寝かします。はい、ということで、1日経過しました。結構アサリがね、水分含んだんで、水が少なくなってますけども、しっかり砂抜きができたと思います。ほら、こんなに砂が出るんですよ。そしたら砂抜きができたアサリを、きれいに洗っていきます。はい、このようにきれいに洗いました。そしたらもう一回テストをします。最終チェックですね。あ、いた。ほら、こういう風にね、いるんですよ。そしたらね、あとはこういう風に使うだけになりましたと。今日の献立を発表。2品作っていきたいなと思います。1品目、アサリのしぐれ煮。で、しぐれ煮を作って、そのしぐれ煮でおにぎりを作っていきたいなと。2品目、お味噌汁をね、おにぎりとお味噌汁作っていきたいと思います。ちょっと多いんで、このぐらい。これはね、セカンドチャンネルで、なんかパスタがなんか作ろうかな。でね、牡蠣もあるんで、これも酒蒸しかなんかにして食べていきたいなと思います。まずはアサリのしぐれ煮作っていきたいと思います。お鍋に殻付きのアサリを加えていきます。そうしましたら、ここにお酒を入れます。ひたひたになるぐらい。で、火をつけて、一度酒蒸しにします。そろそろできたと思うので、開けていきましょう。オープン。そうしましたら、こちらの酒蒸しになった身を殻から取り出していきます。こういう風に貝殻をね、うまく使うと効率よく取れます。はい、そしたらこのようにむき身になりました。こちらを汁ごと鍋に投入。生姜。醤油。で、みりん。水飴。で、火にかけます。弱火でゆっくりと煮詰めていきます。このぐらいの水分量になったら常にかき回してないと焦げついちゃうんでね。はい、では次にお味噌汁を作っていきます。で、昆布と水を鍋に入れます。沸騰直前で取り出します。そこにアサリを加えます。
アサリがある程度開いたら、お味噌溶かしていきます。はい、ではおにぎりを握っていきたいと思います。手はしっかり洗いましょう。蒸し器に水を入れます。はい、ではそろそろ蒸し上がったんで揚げていきましょう。オープン。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのおむすびからいただきたいなと思います。本当は海苔とかがあるとね、いいんだけど、ちょっと今日海苔買うの忘れちゃったんで、このままいきたいと思います。いただきます。当たり前だけど、コンビニのやつより断然うまい。しかもどこのコンビニよりも上手にできたな。味もバッチリだ。あのぐらいね、味濃いめにつけても、ご飯と一緒に食べるから、OK。じゃあ次はこちら、アサリのお味噌汁、いただきます。うまー。ほっとするね。やっていこう。身もパンパン。おいしい。そして問題児のゴロゴロ転がってた取り放題の牡蠣。まさかこんなに身がパンパンに入ってるとは思わなかったよ。これすごいな、この肉厚具合。ちょっと食べてみましょうか。先に言っときますけど、天然の牡蠣の生食はあまりお勧めしません。金子はね、僕は特殊な訓練を受けてます。まあお腹壊しても自己責任ということ。でもこれはうまいだろうな。ほら、ポン酢にたっぷりつけて、いただきます。もっと取ってくればよかった。うますぎる。なんじゃこりゃ。僕ね、牡蠣には結構うるさいですけど、この牡蠣相当うまい。やばいな、これは。はい、ということで、今日こちらのアサリのしぐれのおにぎりとアサリのお味噌汁、蒸し牡蠣ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！君の熱！はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。今日も飲みすぎちゃうな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、自分で潮干狩りに行ってきて、アサリを取って、自分で取ったアサリはうまいっすね。愛知県はね、去年ぐらいまでもう全然アサリが取れなくて、潮干狩り場とかも全くやってなかったんですけど、今年は愛知県いろんなところの潮干狩り場を開いてるらしいんで、ぜひぜひまだゴールデンウィークの予定がない方は行ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。